本日のテーマです。5000万人のヒットラーがいた。ナチのユダヤ人虐殺を許した欧米の責任です。皆様、こんにちは。宇治原実です。日本を元気に。日本人の美徳チャンネルです。ヒットラーがどうして600万人ものユダヤ人を虐殺することができたのか。この問いに答える一冊の本がここにあります。タイトルは5000万人のヒットラーがいた。ユダヤ人を疎ましく思う欧米の数限りない人たちがナチスの協力者となり、あるいは傍観者となり、ユダヤ人迫害に加担しました。彼ら5000万人のヒットラーがユダヤ人の虐殺を可能にしたと言います。それは今日も起こり得るところに問題の根深さがあります。第二次大戦の原因とユダヤ人虐殺の原因を共にドイツに負わせることは簡単です。それが新たな火種を作ることを承知しなければなりません。遡ること第一次大戦を終え、戦勝国はベルサイユ会議でドイツの戦争責任を追及しました。一方的にドイツに責任を負わせ、領土分割、天文学的賠償請求を負わせたことが第二次大戦の原因ともなりました。ドイツ人に強い恨みを残したのです。やがて登場したヒトラーは国民感情を巧みに利用し、アリア民族の優位性で国民をまとめ、同時に疎まれていたユダヤ民族の抑圧を指揮して、ドイツ人の支持を集めました。5000万人のヒトラーがいた。八木明校長、文藝春秋発行。この本は戦後ドイツの子供たちに流行っていたなぜかけで始まります。1台のフォルクスワーゲンにユダヤ人を20人乗せるにはどうしたらよいか。答えは前の座席に2人、後ろの座席に2人。残りの16人は灰皿の中。戦争を体験した世代のドイツ人なら、これを聞いて笑い出す人はいないでしょう。戦後77年経ってもユダヤ人問題は欧米社会にとり癒えない傷なのです。逆にユダヤ人を救出したことで日本人は世界中のユダヤ人から感謝されています。日本にはユダヤ問題はありませんでした。しかし私たちがこのユダヤ問題に目を向けることはとても大切です。日本人もまた深いところで差別の根を持っているからです。同時に欧米の人たちがこの辛い現実にどう向かい合ってきたかを学ぶことは悲惨な戦争体験をした日本人としてたくさんの教訓を得られるからです。3つの点をお話しいたします。1、なぜ理知的なドイツ人がユダヤ人虐殺を許したのか。5000万人のヒトラーがいた。八木明子著の中でドイツ人がなぜユダヤ人の虐殺を許したかについて次のように記しています。1942年にベルリンの万税会議でユダヤ撲滅の具体案が秘密裏に決められました。国際諜報機関の内定によると、これにもろ手を挙げて賛成したのはたったの 5% に過ぎませんでした。真っ向から反対したのがやはり 5%。どうしてよいかわからず、挙手に迷った人たちが 20%、そして残りの 70% が何事にも無関心な人たちだったと言われています。5% の過激派が敵対する 5% を片付け、90% を引っ張っていったというのです。残りの 70% の人たちというのは戦前戦中と同様、今日でも何事にも無関心だから平気なのです。この比率はどこの世界でも見られます。以上です。ドイツだけでなく欧州や米国も同様でした。ナチスはわずか 5% の反対勢力を片付けて、ナチスの宣伝省でプロパガンダの天才と呼ばれたゲッペルスがユダヤ人迫害を可能にしてしまったのです。世界はこんなにも簡単に誘導させられるのかと恐ろしくなります。今日もマスコミ操作は意図的で悪意を感じることが多々あります。政府とても同様です。今も昔も世論操作で意図した方向に先導しようとしている勢力が働いていることに私たちは無関心であってはなりません。投票率の低さがそれを許してしまっています。残念なことですね。2、ナチスがユダヤ人を追放から大量虐殺に切り替えた経緯です。ナチスは当初からユダヤ人の撲滅、大虐殺を行っていたと誤解しがちです。しかし事実は大きく異なります。1933年の政権獲得後、ナチスはドイツ国内のユダヤ人への迫害を開始するとともに、ドイツ勢力圏外へ大量強制移入によって追放する計画を立案していました。ガス室など大虐殺はナチスのユダヤ人迫害が始まって9年も経ってからです。では、どのような経緯で大虐殺に至ったかです。欧米諸国の2つの会議が大きな転機となりました。欧米諸国の責任の大きさを痛感させられます。一つ目は失敗に終わったフランスでの国際難民会議、エビアン会議のことです。ここからはヘブライの館にユダヤ難民に冷淡だった欧米諸国からの引用です。1938年4月のことであった。ナチスのユダヤ人迫害政策がいよいよ露骨になって、
それを多くの人々が知り、欧米諸国が国内の世論を無視できなくなったとき、32カ国の代表者たちがフランスの保養地エビアンに集まり、ユダヤ難民問題の国際会議を開くことになった。それはすでにナチスがユダヤ人迫害を始めてから5年半もの歳月が経っていた頃のことである。各国代表はキリスト教的人道主義的立場からユダヤ人の虐げられている人たちを救済するためには全員一致してナチスの政策を阻止すべしとか、難民を受け入れようなどと熱弁を振るったが、それらは空理空論ばかりで実行可能な具体策というものは一つもなかった。結局、各国は難民受け入れのために移民法をほんの少しでも緩めるどころか、反対に移民制限を厳しくしてしまったのである。ナチスにとって、こういうヨーロッパ全体の反応は予測していたことで、ヒットラーの思うツボだったのである。1938年夏にエビアン会議が失敗に終わって4ヶ月が経つか経たぬうちに、ドイツではまずユダヤ教会焼き討ちの廊下が上がり、続く水晶の夜と呼ばれる事件をきっかけに計画的ユダヤ人迫害の除国が始まった。エビアン会議で西側諸国がユダヤ難民の保護に二の足を踏んだことが、ユダヤ人迫害の遂行を急ぐベルリンのヒットラーにゴーサインを送ることになったと見る歴史家は少なくない。二つ目です。空振りに終わってしまった米英両国共催のバミューダ会議についてです。1943年4月、先のエビアン会議から5年経っています。イギリスとアメリカの高官レベル会議、バミューダ会議でナチスドイツのユダヤ人迫害政策に対しては何もすべきではないということが正式に決まり、大量救出のためのあらゆる計画が放棄された。その理由です。イギリス外務省とアメリカ国務省はナチス第三帝国がユダヤ人迫害を中止して強制収容所を空っぽにし、何十万人のユダヤ人の生き残りが西側に流れ込むことを心配したのである。何ということでしょうか。バミューダ会議の秘密報告書はユダヤ人の入国を望む国が一つもなかったことを明らかにしている。引用は以上です。3、大虐殺という現実をいかにして受け止めていくか。ここからは5000万人の人らがいた八木亜希子長の引用です。元来歴史というものは親から子に語り継がれるものです。それにより子供は自らのアイデンティティを形成させていきます。しかしドイツではナチの犯罪については皆が口をつぐんで一日に伸ばしていきました。戦後34年経った1979年1月、映画ホロコースト大虐殺放映後の西ドイツは混乱しました。いくつかのドイツの学校の先生たちのグループがアウシュビッツを見学しました。そこでは先生たちは今は昔となった虐殺の現場に佇んで皆泣いていました。人は誰でも自分の嫌な過去は思い出したくないものです。心のかさぶたをかきむしられることほど不快なことはないでしょう。それは国家や民族も同じで、暗い過去にはできるだけ触れずにおきたいのです。それができないときは開き直り、本当は愚かさに過ぎなかったことを美化して、一度否定された過去を今度は前向きに肯定しようとしたりします。過去を清算する方法はただ一つ。それを直視することです。以上です。先の大戦で日本人の体験と重ね合わすとき、共感させられる点が多々あります。2度の原爆で大東亜戦争は幕を閉じました。人類史上最も残忍な原爆の真実を GHQ は封鎖しました。戦後の日本統治に不都合でした。同時に日本人も向かい合うことはあまりにも辛かったと思います。核の問題についてまもなくすり替えが始まりました。核の平和利用です。これを象徴するようにほどなく日本は米国からたくさんの原発を購入することになりました。これが米国の戦略ではないと誰が言えるでしょうか。先日のウクライナ侵攻では核を手放したウクライナの惨状を見せられました。今日日本は近隣の核保有3国に囲まれています。核保有について検討が必要と投げかけた元安倍首相は暗殺されました。現在核保有について議論することさえ止まったままです。現実を直視する勇気を持たなかった77年の結果と思います。差し迫った脅威が目の前にあるにもかかわらず、この議論は少しも進んでいません。過去を清算する方法はただ一つ、それを直視することです。とは実に重たい言葉です。皆様はいかがお感じになられましたか？次回のテーマです。ユダヤ人大虐殺にもかかわらず戦ったユダヤ人の勇気とかくまった人々の信念です。次回はお盆休みとさせていただき、8月27日土曜日となります。チャンネル登録とよろしければ高評価ボタン並びにコメントをいただければ嬉しいです。本日は最後までご視聴いただき誠にありがとうございました。一方元気に